こんにちは。同時通訳者の山下絵里香です。オンラインで英語や通訳のレッスンも提供しています。本日は動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は通訳の基礎技術、リテンションについてお話しします。リテンションは聞いた話を正確に記憶するための通訳技術です。通訳をするとき、よくそんなに長い話を覚えていられますよね、と驚かれることがあります。通訳者が話を覚えているのは当然のことと思われるかもしれません。しかしながら実はこれ、正確に記憶するスキルを訓練によって鍛えているからこそできることなんです。この訓練のやり方は後日別の動画でご説明したいと思います。通訳者が通訳をするときは、一定量の話を聞いて訳します。この時、メモを取ります。そのため、通訳者がたくさん話を覚えておけるのは、たくさんメモを取るスキルがあるからと思われることもあるんですけれども、それはちょっと違うんです。通訳者が通訳の時に取るメモというのは、記憶の補助です。記憶のメインのスキルはあくまでもリテンションなんです。正確な通訳のためには、正確な記憶が不可欠です。通訳者はリテンションを鍛えることで、頭の中だけで処理できる情報量を増やすことで、メモは必要最小限に抑えて、聞く、理解する、記憶するといったことに集中できるように訓練をしています。リテンションは知識量、読解力、語彙力、表現力、文法力、構文力、リスニング、スピーキングなど、英語や日本語のあらゆるスキルを必要とする総合的な技術なんです。リテンションの目的はもちろん記憶することですけれども、記憶できるかどうか、もしくはどれぐらい正確に記憶できるかというのは、先ほど挙げた記憶力以外のスキルに左右されることが非常に多いんです。それでは、リテンションには具体的にどのようなスキルが必要なのか。まずはこちらの図をご覧ください。ここでは記憶のスキルを相対記憶と絶対記憶に分けました。私がここで相対記憶と呼ぶのは、メッセージの意味や内容を正確に記憶するための力のことです。言葉や言葉の並びといった形という絶対的なものではなく、話の意味や内容を読解力や知識と紐付けて記憶する力。これを相対的な記憶力と呼んでいます。図に書いた通り、相対記憶に当てはまるのは、意味の記憶と情報の記憶の2つです。意味の記憶は読解力、情報の記憶は知識量と言い換えることもできます。相対記憶の力を鍛えることは、話の意味や内容を変えずに表現するスキルの強化につながります。これはパラフレージングと呼ばれるスキルです。私が相対記憶に対して絶対記憶と呼んでいるのは、言葉を正確に記憶するための力のことです。絶対記憶に当てはまるのは、言葉の記憶と音の記憶の2つです。言葉の記憶は語彙力と構文力です。使われている言葉の意味や使い方を知っているか、また文法や構文といった文章の構造を理解するために必要な知識があるかということが重要です。音の記憶は聞いた言葉を聞いたまま記憶する力、すなわち耳コピのスキルです。4つの中では唯一純粋な記憶力であると言えます。とはいえここにも日本語や英語の音に関する知識が必要となります。この聞いた音や言葉を正確に記憶して正確に再現するスキル。
これをリプロダクションと呼びます。それぞれのスキルの解説をする前に、ここで一度整理しておきましょう。リテンションの構成要素は4つです。読解力による意味の記憶、知識量による情報の記憶、語彙力、構文力による言葉の記憶、音の知識と純粋な記憶力による音の記憶です。それではここからそれぞれのスキルを細かく見ていきましょう。まずは意味の記憶、読解力です。意味の記憶には読解力が必要です。なぜなら人は通常自分が理解できたことしか記憶に留めておくことができないからです。つまり読解力が不足していると話の内容を理解できず記憶することもできなくなってしまいます。非常に多くの人が理解するということを聞いた単語すべてを知っているということと誤解しているようです。しかしそれは聞いた話の中に知らない単語がないというだけのことで、内容を理解できるかどうかとは別物であると認識する必要があります。よくある英語のリスニングの悩みの一つに、単語は全部聞き取れているんだけれども意味が理解できないというものがあります。ほとんどの場合、この悩みの原因は、聞こえた単語はすべて知っているけれども、内容を理解する読解力や知識が不足しているということなんです。通訳をするときの理解、もしくは通訳をするためのリテンションをするときの理解というのは、聞いた話を自分の話のように誰かに語れるレベルの深い理解です。そしてまた、そこまで話を聞いたら、その先の話をかなりの正確性を持って予測できるぐらいの理解が求められるんです。この読解力を身につけるためには、日々たくさんの人の話を聞いたり、ものを読んだり見たりして、内容を正確に把握する力、また論理力を育てることが重要です。次は、情報の記憶、知識量です。一つ前の読解力の時には、人は理解できたことしか記憶に留めておくことができないというお話をしました。これは知識にも同じことが言えます。つまり、知っていることならすんなり覚えられるんです。また、話の内容に関する知識があればあるほど、理解を深めることができます。つまり、読解力と知識量の両方があれば、話の内容やそれに関する情報をより正確に記憶することができます。この知識は、例えば通訳の仕事であれば、事前に資料をいただいて、それを読み込むことで必要な知識を得ることができます。しかし、仕事の当日に資料に載っていない話が突然飛び出してくるということもよくあることです。そんな時にも焦らないために、日々たくさんの知識に触れておくことが重要です。どんな知識も無駄にはならない。目に入るもの、耳に入るもの、何でも吸収するという気持ちで、貪欲に学び続けることが大切です。三つ目は言葉の記憶、語彙力と構文力です。言葉の記憶には、どんな単語がどんな意味で使われているか、また、その単語がどんな順番で使われているか、こういった語彙力、そして構文力が重要です。そしてそれを知識として知っているだけでなく、自分がそれを感覚として使えるぐらい習得している必要があります。ストレスなく使える語彙が多ければ多いほど、使われた単語を似た単語と間違えることは少なくなります。また、文法や構文への理解が深ければ深いほど、この単語の後には高確率でこの単語が来るであるとか、この構文ならこの形というふうに、文法や構文の知識をヒントに、話の少し先を読みながら話を聞いて記憶することができるようになります。最後は
音の記憶、音の知識と純粋な記憶力です。音の記憶とは、いわゆる耳コピです。これに必要なのは、音の知識と耳の慣れ、そしてそれを音として記憶できる純粋な記憶力です。ここで自分はリスニングが苦手だからと思う人もいるかもしれません。しかし、リスニングが苦手というのもまた、先ほど挙げた読解力、知識量、語彙力、文法力、構文力、こういったものの不足が原因であることが非常に多いんです。なので、ここではあえて音の知識と表現しています。音の知識とは、単語の発音の仕方や聞こえ方、また文章の中での音の工程や強弱に関する知識のことを指しています。そして意識しなくても自分の耳がその音を捉えられるくらい、たくさん聞いてたくさん話して、自分の感覚としてそれを定着させておくことが重要です。例えば音楽や歌を空で覚えることってありますよね。その時、私たちは音の並びであるとか工程といったことを正確に覚えているんです。これが音の記憶です。以上が通訳のリテンション技術の解説です。リテンションというスキルが記憶するためのスキルでありながら、単純な記憶力ではないということがご理解いただけたでしょうか。このチャンネルでは、英語学習や通訳訓練に関する情報を発信しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきありがとうございました。